こんにちは、さゆりです。日本のタックスシーズン、日本語で確定申告の時期について話したいと思います。私は税金の専門家ではないので、一般的なことと自分の経験を話したいと思います。はい。まずはじめに、タックスリターンは日本語で確定申告です。はい。でも、リターンされるかどうかは、その人の収入とか条件とかによって全然違います。日本語で確定申告。この確定申告する時期は毎年決まっています。毎年2月中旬から3月中旬です。この1ヶ月間の間に確定申告をします。短いですよね。皆さんの国ではどうですか？ 1 ヶ月間ですか？それとも2ヶ月申告する時間がありますか？で、どんな人が確定申告しなきゃいけないかですね。私がカナダに住んでいた頃は、会社員でも自分で確定申告しなければいけませんでした。カナダの会社で働いたことがあるので、カナダの会社の人に書類をもらって自分でタックスターボだったかな、そういうソフトを使って確定申告、タックスリターンをしました。でも日本は基本的に会社員だったら、会社で働いてる人だったら、会社が税金のことをしてくれるので、自分たち従業員はしなくていいです。確定申告の代わりに年末調整というものがあります。会社の人から何か保険に入ってますかとか、住宅ローンがありますかって言って、そういう税金が少なくなるような書類を自分が提出、会社に出すだけで会社の人がやってくれます。会社員、日本の会社員は恵まれているなと思います。はい。で、会社員の人で他に副業っていうのは本業、メインの仕事以外に副業、サイドハッスルのことですね。副業をしていると、もしかしたら確定申告を自分でしなければいけないかもしれません。でも一般的に一つのメインの仕事だけだと会社が税金のことはやってくれるので、自分で調べたりしなくてもいいです。この時期は特に会社員っていいな、羨ましいなって思います。はい。で、私は会社員ではなくて自分で仕事をしています。はい。いろいろな言い方があるんですけど、書類上は、そのドキュメント上は個人事業主と言います。個人っていうのはインディビジュアルですね。事業っていうのはビジネスです。主っていうのはオーナーのことです。インディビジュアルビジネスオーナーですね。個人事業主の人は会社はやってくれないので、自分でするか、もしくは税理士というそのタックスの専門家ですね。税金の専門家、税理士さんにお任せすることになります。私は自分で確定申告をしています。だから結構2月中旬から3月中旬は忙しいです。バタバタしています。どうやって自分でするかっていうと、会計のソフトを使います。だいたい年間、1年間で1万円ぐらいします。ちょっと高いけど、これがないと自分で確定申告できないので、絶対に必要なソフトです。あとは、やっぱり会計の知識があった方がいいので、本を買って読みます。私はもう何年も個人事業主として確定申告をしているので、だいたい要領、どうやってやるかとかは分かって
いました。でも時々わからない時はその会計ソフトのヘルプのページを見たり Google で検索したりします。今まで使ったもの、自分の仕事で使ったもののレシートを入力したり、売上ですね、いただいたお金を計算したりします。最後に、ファイルにまとめます。もちろんデータにも、残しますね。自分でやるのは大変です。細かい作業とか書類を読む、文章を読むのが嫌じゃない、苦じゃないって人は問題ないと思います。私も得意ではないんですけど、苦手でもないかなという感じです。頑張ってます。でもそういう細かい書類仕事が苦手だとか、そんな自分の大切な時間を専門外のことに時間を使いたくない人とかは税理士さんに頼む人もいると思います。あと個人事業主でも他に従業員、他に、働いてもらっているアルバイトの人がいたりするともっと計算が複雑になるので、そういう時は税理士さんにお願いする人が多いんじゃないかなと思います。でも私は今のところ一人だし、そんなに取引も多くないので、自分で今のところできる感じです。で、もしその税理士さんに頼むと、お金はかかりますね。多分10万円とか20万円ぐらいは1年間にかかると思います。でもやっぱりプロの仕事なので間違いなく申請してくれますし、内容も正確です。あと節税、税金を少なく払う、節税のアドバイスをしてくれる税理士さんもいると思います。でも私は税理士さんに頼んだことがないのであまりメリットはわからないんですけど、もし自分のビジネスが大きくなったら税理士さんに頼みたいなと思っています。はい。で、自分で確定申告をしていると時々 Google とかで調べても出てこないことがあるんですよ。答えが見つからないことがあります。そういう時は私は直接、税務署、税金を払うところですね。そこに電話します。あとこの確定申告の時期になると国税局の人、その税金を納める先ですねの人が土曜日とか日曜日に確定申告を手伝ってくれるイベントがあるんですよ。それがあるのでそういうイベントに行って教えてもらう人もいるそうです。その確定申告をしたらすぐに税金を払います。今日は、少し難しい話題だったかもしれないんですけど、税金は切っても切り離せない話題だと思うので、話してみました。皆さんの国ではどうですか？自分で確定申告しますか？それとも税理士さんに頼みますか？もしくは日本みたいに会社が確定申告のようなもの、年末調整をやってくれますか？はい、ぜひ教えてください。私は今年はギリギリにならないように余裕を持って2月中ぐらいに提出できるように頑張りたいと思っています。はい。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。私のウェブサイトの紹介をします。無料コンテンツの紹介。記事には広告なしで無料でアクセスできます。その記事のページ内にはオーディオ、単語、会話の話題が含まれています。この会話の話題セクションは日本語のチューターや日本人の友達と会話練習をするときにぴったりです。最適です。実際に私のオンラインレッスンでもこの毎週のエピソードについて話し合うことがあります。記事の内容や学んだことを実際に使ってみると、その言葉や表現が
知っているだけではなくて自分のものになりますよね。だからぜひ使ってみてください。もう一度言います。ここまで紹介したのはすべて無料です。次に、有料会員のシルバーペンギンさん以上になると、ビデオポッドキャストにアクセスできます。ビデオポッドキャストはこのような感じで、話して私の表情と、あといろんな画像や単語のアシストがあるので、もっと深い理解をすることができます。そして、ビデオポッドキャストにはこのように振り仮名がついているので、正しい振り仮名付きの字幕で学習することができます。動画だけではなくて、トランスクリプトも読めます。振り仮名あり、振り仮名なしが選べて、簡単にクリックやタップ一つでコピーすることができます。コピーしてお好きな方法で学習できます。例えば iPad にペーストして自分で手書きのノートを書くのもいいですね。これは最近導入した機能です。有料会員のペンギンさんからいただいたアイディアです。本当にありがとうございます。はい。言語の勉強は長い時間がかかりますし、大変な時もありますが、一緒に楽しみながら乗り越えていきましょう。私が全力でサポートします。このウェブサイトが皆さんの学習に役立つことを願っています。新しい発見をして一緒に成長しましょう。もしよければ有料会員に登録してください。はい。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。